こんにちは。今回の動画では、もう迷わない服が減らせる6つのコツをご紹介します。このチャンネルでは、元雑貨好きマキシマリストで、家族との関係をこじらせていた私が、たくさんの物、こと、執着を手放して、ミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。以前はバッグも靴も帽子もマフラーもアクセサリーもそれぞれいくつか持っていました。出かける時には何を着るか迷い、その服に合わせるバッグや靴に迷い、出発しようと外に出れば思ったよりも寒いかもとまた着替え直したり、迷った挙句にまあまあの服装で出先の鏡を見てなんか違うと思い、また買い物をするという悪循環を繰り返していました。私は今でも服が好きでおしゃれをすることも好きです。いくつになっても好きな服を着ていたいと思っています。そんな服好きの私が服を減らして感じたメリットは、迷う時間がなくなる、年間支出が減る、終わりのないいいもの探しをしなくなるということです。服探しの無限ループから抜け出したい方、身支度に時間がかかっている方、迷う時間を減らしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。服を減らすコツ1つ目、小物も少数精鋭にする。バッグや靴、帽子、アクセサリーなどの小物は場所も取らないですし、服と比べて購入しやすいからとつい買ってしまったりしていませんか？過去の私はそうでした。バッグもカゴバッグから革のバッグやショルダーバッグ、リュック、そして最後までずっと持ち続けていたのは布のトートバッグです。布のトートバッグは限定で購入したものやノベルティ、アンティークリネンで作られた手作りのもの、美術館で購入したものまで、もう手に入らなそうなものがなかなか手放せず、畳んでしまえばかさばらないので、ついずっと持ち続けていました。ボックスに入れてクローゼットの上に収納していたのですが、ほとんど使うこともなく、整理した時に思い出して使ってみる程度でした。布のトートバッグは可愛いですが、デザインによって服装を選びますし、自立しないものは中で荷物がごちゃついて取り出しにくいということも多かったです。革のバッグやショルダー、リュックといろいろ持っていましたが、今はこちらの4つを持っています。使い回すといっても、服装に合わせてコーディネートをするというよりかは、行動のパターンによって使い分けているといった感じです。このパタゴニアのショルダーバッグは近所の散歩や買い物に使っています。荷物が多い時は MM6 のジャパニーズトートを使っています。ほぼこの2つしか使っていないような状態ですが、フォーマルの時にと思い、使用頻度が少ないですが革のバッグを残しています。リュックはパートで働いていた時に使っていたモンベルのパッカブルのものを使っています。軽量でコンパクトになるので、リュックが必要になった時はこちらを使っています。小物類はかさばらないこともあり、以前は小物をたくさん持っていればコーディネートが楽しめると思い集めていましたが、最近はいろいろなコーディネートを楽しむことよりも毎日お気に入りを着たいと思うようになり、一つずつ気に入ったものを持つようにしています。服を減らすコツ2つ目、インナーで調整をする。夏服、冬服と季節によって服を分けて持つとどうしても服が増えます。私の場合、冬はアウターが必要ですし、夏はランニングをするので半袖も必須です。どちらも減らすことはできないので、それ以外のものの数はできるだけ増やさないようにしているのですが、その時に活躍するのがインナーです。ヒートテックのレギンスやトップスを着用すれば、春夏の服も長く着ることができます。下着にかかわらず、ロンティーも1枚で着れて、
インナーとして重ね着できるものを選ぶようにすれば、今あるお気に入りを長く着ることもできます。そのためにはインナーの上に着る服は毎日でも着たいと思うくらいに気に入ったものを選ぶことが大切です。去年の冬はユニクロ C の黒のニットと古着の2着を交互に着ていましたが、どちらも動きやすく手首にリブがあるので作業もしやすく、何より見た目も気に入っていました。インナーがあれば一番寒い時期でも今ある服で着回すこともできます。服を減らすコツ3つ目、色の数を絞る。私の場合はモノトーンを選んでいますが、特にモノトーンでなくても良いと思います。特に反対色の服を持つと、それに合うボトムスをそれぞれ購入したくなります。トップスで気に入った茶系の服を購入すれば、カーキのパンツが欲しくなったり、グレーのトップスを持てば黒いパンツが欲しくなったりします。私は以前服を手放していく中で、自分にしっくりくる色が残って白、黒、ネイビーの3色と決めていた時期があります。その3色はどれを着ても合わないということがなかったです。自分に似合う3色を決めておくだけで、3色以外の服を持たないと決めて今ある服を減らすこともできますし、買い物の失敗を減らすこともできます。服を減らすコツ4つ目、髪型を整える。今持っている服がどれも気に入らないと無償に買い物をしたくなることがあったのですが、そういう時は大抵髪型が決まっていないことが多かったです。髪は1ヶ月に1センチ伸びるので、これだけ短く刈り上げてもらっても1ヶ月すれば顔の見え方が変わってきます。ショートヘアの場合は伸びてくると上にあったボリュームが下に下がって形が崩れてしまうこともあります。ですが髪をカットしてから今ある服を着ると新しい服を着ているような感覚になることさえあります。今ある服で十分だと思えて、メイクをしていてもカット前の昨日とは違って見えます。髪型が決まらないときはコスメを買い足したくなることもありますが、カット直後はほとんどメイクをしないこともあります。そのくらい髪型は大事だと思っています。服を買う前に髪を整えてみると、今ある服で十分かもしれませんし、今ある服を手放してそのヘアスタイルに合わせたお気に入りの一着を持つこともできると思います。服を減らすコツ5つ目、アイテムを絞る。半袖、シャツ、ニット、スウェット、カーディガン、ダウンなどいろいろなアイテムがありますが、そのアイテムの数を絞れば服を減らすことができます。服を多く持っていた頃は服を見てほしいと思ったものを購入していました。白い T シャツが好きで何枚もデザイン違いで持っていましたし、デニムも色や形が違うからと何本も持っていました。服を減らそうと思った時に着ている服の頻度を確認したら、同じアイテムが多いほど使用頻度が低かったです。デニムも白い T シャツも着ているものは同じものばかりでした。着ることよりも手に入れることに喜びを感じていたのだと今は思います。もし今減らしたいと思っている場合は、同じアイテムを2枚にするとか3枚にすると数を決めてしまうと手放しやすくなります。これから購入する場合は1週間の自分の行動に対して不足しているものを買い足すようにすると失敗が減ります。1週間は7日しかありません。どんなにお気に入りだとしても同じアイテムを持てば使用頻度が減ってしまいます。私の目標はアイテムを絞って手持ちの服をおしゃれにレイヤードできることなのですが、まだ納得のいくワードローブになっていないので、アイテム数を増やさずに少しずつ揃えていきたいと思います。服を減らすコツ6つ目、オールシーズン着られるものを選ぶ。持っているすべての服がオールシーズン着用するのは難しいですが、パンツはコーデュロイなどの冬用のものを持たずに、春夏に履いていたものをレギンスと重ねて履くとか、一年中着回しやすいシャツの色や素材を選んで、夏は
日焼け対策として冬はニットの下に着るということも良いと思います。春夏に着るような薄手のアウターを冬の室内用の羽織として使うなど、多用途に使いやすいものを選ぶことで服を増やさずに済みます。特にアウトドアのものは薄手でも暖かいものや撥水性のあるものとか、機能的で一年中着られるようなものが多いです。ただカジュアルな雰囲気になってしまうことも多いので、必ず試着をして手持ちの服に上手に取り入れていくことが大切です。うまくいくかわかりませんが、この夏着ていた無印良品のワンピースを冬の間も着ようと思っています。いかがでしたか？今回の動画ではもう迷わない服が減らせる6つのコツをお伝えしました。おしゃれだと思う服をたくさん持っていた頃は、どのコーディネートもまあまあになってしまうことが多かったです。服や他のアイテムも厳選することで、いつでもお気に入りのコーディネートができるようになりました。今は誰かから見たおしゃれではなく、自分が心地よいと思うお気に入りのコーディネートができています。この動画が服を厳選しておしゃれを楽しみたい方の参考になれば嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。